はいどうもケンキャンです。今回もクイックデリバリーの DIY 進めていきたいと思います。前回の作業を経てですね、内装かなり完成に近づいてきております。とりあえずちょっと振り返りからしていきます。はい、前回はこちら上部収納をですね、左右に取り付けました。もう手前キッチン、ベッド、収納ということでね、ほぼほぼ見た目的には完成しているような感じにも見えます。こんな感じでね、扉がしっかりと開きます。で、反対側に関してはですね、まだ取っ手が届いていなかったので、前回の動画的には、これで完成という形になってました。一応今日はね、取っ手届いてるので、そこの取り付けもしていきたいですね。そしてここ、配線隠しですね。この角を板埋めすることによってね、コードが隠れて非常に見栄えが綺麗になりました。で、この配線隠しの裏ですね、このような形でね、上部収納の角が切ってありますので、例えばこの車にバックカメラつけたいので、そういったコードをね、通す時も、この収納の中身を通してですね、紐が見えないようにしていけます。ちょっと最後の部分に関しては隠す部分がないんで、ちょっと工夫が必要だとは思うんですけど、そんなに難しくないかなと思います。そして今回なんですけど、この最後の空間の部分で DIY 進めていきたいと思います。前回の動画の最後でも言いましたけど、この一番最初から開いてる穴ね、上下2つ、これが何なのかっていうのがね、今日の動画でわかるかなというところですね。早速ですね、この動画始まりにね、この上の部分が何なのかっていうのをね、説明したいと思います。こちら上の穴なんですけども、当初の予定とはまた変わってしまいまして、使わないことになりました。今日かわかんないけど、ここは埋めます。単純に言うと、もともとこの助手席の上ですね、向こう側から扉をつけて、収納にアクセスできるような形を考えていたんですが、もちろんそれだけじゃないんですけど、とりあえずそれが必要なくなったということですね。それでは本日の DIY 進めていくんですけども、まずはこの下部分にレールを取り付けていきます。はい、じゃあ木材もうね、すでに買ってあります。2489ですね。これは70センチのレールですね。こいつを、こんな感じですよね。取り付けていきます。で、こちらのレールに関してはね、耐荷重200キロということで、結構がっちりしてます。ちょっとね、車の重さが結構出てきてるんで、そもそもがトラックなのと、床につけるものなので、上部が重くなってしまうとまたバランスが悪くなっちゃうんですが、そのあたりは大丈夫かなと。最終的にね、キャンピングカーの重さっていうのを測って、傾斜も取っていきますので、その辺は後々にね、いろいろ調整していきます。で、木材について補足ですね。よくね、車内で木材を使って車検通るんですかっていうコメントが入るんですけど、これね、ちょっと調べると出てくるんですが、車内の技術基準においてはですね、木材はね、3ミリ以上の厚さであれば難燃性があるとみなすっていう記述があります。なので、例えばこの木とかはね、24ミリですので、一応車内では使えるということになりますね。普通にビルダーさんが販売してるキャンピングカーとかもね、内装は基本的に全部木材で作ってます。化粧板してるんで、パッと見なんか木材柄のなんか不燃材料作ってるのかなって思いがちなんですけど、基本的には木で、椅子なんか開けてもベニヤがね、そのまま貼ってあったりするぐらいですね。そんな感じでプロのビルダーさんも基準を見ながらね、キャンピングカー作っておりますので、その辺は問題ないのかなと。そんな感じで補足は以上です。じゃあ、サイズに合わせてね、こちらの木を切っていきます。ちょっと違う加工をする必要がありました。こちらね、30×40 の木材を用意しております。素人設計なんで、このベッドね、1900で作ったんですけど、おそらくマットとかの厚みによりですね、こんな感じ、わかるかな？このマットについているベースのラワン、これ自体がベッドから飛び出してしまってます。で、ここに壁を作っていくんですけど、ビタ付けにした時に、ここにこの出っ張ったラワン分の隙間ができてしまいます。それをなくしたいので、ここにね、もう一枠、幅30ミリぐらいでね、木材を入れることによってこのベッドの台座自体をね、少し延長したいと思います。それしないとね、ここの長さが出なかったんで、先にそっちやります。はい、じゃあベッドね、延長してみました。このような形ですね。ほぼほぼイメージ通りにね、できました。この角はね、あえて残しております。というのも、ここの柱からベッドにつなげていくような形で壁を作っていくので、若干幅が違うんですよね。柱の方が内側なので、そこをベッドの端を調整して合わせております。これだとね、ちゃんとベッドのフレームにマットが乗っていますので、はみ出ることなくね、家具をぴったりつけても問題ないですね。じゃあこれ仮固定してるだけなので、ちゃんと角を落としてね、取り付けしたいと思います。はい、じゃあグラインダーでね、角を取っていくんですけど、これってね、結構いろいろアドバイスもらったんですけど、グラインダーを使うとき、これ回転する工具を使うときは、手袋はね、巻き込みの危険性があるので、してはいけないみたいなね、形で僕も勉強になったんですけど、この長袖とかってどうなんですかね。例えばこことかもさ、そこまでその距離の差がないじゃないですか。袖とかも巻き込んじゃうんかなって思っちゃったりするんですけど、これ実際どうなんでしょうね。巻き込んでね、袖の中にこれがグイグイって入っちゃった時とかの方がさらに手首を損傷してしまうような気がするんですけど、なんか調べるとなんか両方の意見があって分かんないんですよね。これどっちが正解なんですかね。危険がないようにやるのはもちろんなんですけどね、ちょっと日々勉強中です。
はい、木枠が完成しましたね。これじゃあベッドに取り付けていきます。でこんな感じでベッド枠延長できましたね。ぴったりじゃないですか。よし、完成完成。じゃあ次サイズ出していきますか。ちょっと僕としたことがね、やってしまいました。実はね、この一部ですね、点検口の工夫のためね、逃がしたこう骨組みに変更する予定だったんですけど、真四角で作っちゃいました。やっちまいました。なのでこれ外していきます。はい、今ですね、ラバンをカットしてこのようなね L 字型に点検口を作りました。でスポットクーラーを車載する予定なので、その給排気を床下で行おうと思っております。ちょっとホースの角度的にはね、あんまり良くない向きかもしれないんだけど、一応ね横壁を抜くとこういったガラリつけられないんですよ。車の幅が変わっちゃうんで。ただ幅は変わるだけじゃなくて、ちょうどこの抜きたい場所、この壁の部分なんですけど、スライドドアがついてるので、そういった意味でも出っ張りがあるとねドアが開かなくなっちゃうので、この床下から給排気するっていう方法に行き着きました。でこれ向きが変えられるので、あったかい熱は外に向かって出します。日陰の風をねこっちに取り込めるように、口がねお互いに逆を向くように取り付けます。じゃあこれの取り付け施工をやっていきます。はい、今ですねこのような形でねガラリとダクトをセットしておりました。めちゃくちゃぴったりなので、とりあえずね専用のバンドもあるんですけど、今回ちょっと結束バンドでこれ室内側に入るんでいいかなと思って付けました。これが2つですね。外気用の給排気ですね。実際にこの板にねそのまま付けちゃいます。こういう感じですね。はい、取り付けできました。ステンレスのビスをねとりあえず入れてみました。外なんでね。あとはここ思いっきり外気なんで、腐食剤はがっつりね塗っていきたいと思います。これまだ仮止めです。最終的にはちゃんとコーキングも施すんですけど、いかんせん先日紹介したエコフローさんのクーラーがしばらく届かないので、ちょっと代用品のねクーラーをつけようと思ってます。ひとまずどっちにも切り替えできるようにね、この部分は統一して使えるようにします。じゃあ実際ちょっとつけてみたいと思います。はい、おお、いいんじゃない、だいぶぴったりだよ。でこっちからあったかい空気が外に出るんですけど、ちゃんとねこのボディ側がねスリット加工になってるんですよ。実はちょっと見える、見えるね、なんでちょうど外に出せるんだよ。でこっちの左側からね外気用の吸気をするんですけど、そこも冷たい方がやっぱ効率が上がるんで、これはこの車で日陰になってる部分から吸えるように、この俺の指側の方に穴が開いてます。こっちであったかくなったやつをこいつが吸わないように向きを変えてるんだよね。効率いいんじゃないの。ちょっとつけてみないと分かんないけどね。でこれに関してはどうしよう、固定はできないよねまだね。とりあえず仮みたいな感じ。仮だね。もしこれでいけるんだったらちゃんとコーキングしてさ、ここの隙間、でここに L 字にしてしまったことで、ここの点検口の蓋が置けなくなっちゃったんだけど、ちゃんとほらヘリつけたここに。本当だ。なんで上にポンって置くことができます。あとあとね虫の侵入とかしないようにもう少しこうスポンジの加工をしたりとか、あとはこのヘリの部分だよね、この木のヘリの部分も L 字のアルミステーをつけてもっと見た目をきれいにします。でも今のところそのクーラー待ちになるんで、ここの作業は以上かな。ここでやっとレールですね。今ね山目さんが採寸してくれて切ってくれます。はい、今ですね2本のレールをこのように入れました。あとこちらもメンテナンスとしてアクセスできるようにねうまいこと切り替えております。次この棚板をね採寸して切り出していきたいと思います。はい、その棚板はですねこのラワンを使っていきます。現状ベッドにねこのラワン材 24mm を使ってるんですけど、やっぱりね結構強いんでレールの棚板としてチョイスしました。はい、こんな感じでね引き出し作れました。耐荷重 200kg、ただちょっとレールだけが 200kg なんで、ビスとかを考えると100kg ぐらいはいけんじゃないかな。よいしょ。そしてここの天板がなんとこちらへ。こんな感じの仕組みになります。でまだこっち固定してないけど、ここが 200kg 一応耐荷重になってます、レール上ね、だからそんなに過信はできないけど、で戻せばこのように引っ込んでいくということですね。でここにね先日紹介したラップルが2人入りましたと。ちょっとギリギリですが、でも通るね。すごくない？はい、こういうことです。すごいです。これがやりたかったんだよみんな。トイレが外に出てきます。でここに座って足こっちね、用を足すんですよ。でつまりですねクイックデリバリーはですね買ったそのままマルチルームがついてたわけですよ。
もうね、これが言いたくてしょうがなかったの、ケンは。これがすごい言いたかった。クイックデリバリーにしかできないレイアウトです。マルチルームがなんとここにありましたって話です。この下の穴の謎はこれを入れるためでした。こうずっと最初からあそこ開いてたもんね。これでね、まあおそらく大丈夫かなと、まあちょっと心配なんでここにも一回乗ってみようかな。おい、そっち出した上でね。よし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 。じゃあこれ引き出してきます。おい、あ、大丈夫だね、しっかりしてる。じゃあちょっと座ってみて。はい。どう？ちょっとタームな、もうそれはしょうがないのかな、こんだけ出てるし。まちゃんと流れるようにスムーズね。じゃあこっちが前なんで、はい。高さチェック。どう？あ、まあ大丈夫だね。それかやっててもやっぱシナリオ感じる？あ、感じる。あ、感じるね。見ててもちょっと感じるわ。伸びてきた端に座ってるじゃん。それもあるよね。ね。全然ね、この状態でトイレできます。ああ、よかった。いろいろちょっとトイレットペーパーとかね、あとスイッチ、そういったところの固定位置も決めていく形になります。はい。とりあえず、まあ場所的にはね、ちょうどいいかな。で、実はやることがもう一個あります。それをちょっと試すために、一回こいつを稼働させなくてはならない。これポタ電でつきますから。じゃあこれ、今水汲んできました。あ、凝固剤が先だったね。本当はこれする前にね、やるんだけど、まあ上からかけちゃいます。じゃああとはスイッチを押しますね。ジョン。はい、来ました。こんな感じでね、90秒で熱圧着が終わります。はい、完了しました。うわ、はい、すげえ相変わらず。これちょっと市販のやつよりさ、ワンランク上みたいな。すごいよね。わかるこれ。ネチョネチョ感。ああ、なんかもうしっかりって感じ。しっかり固まってるよね。熱圧着が終わった袋がどの辺にこう落ちてくるかっていうのを確認しました。そしたらここをくり抜きます。はい、切り抜けました。ではもう一回テストします。ここで凝固剤を入れて水入れます。これでスイッチを押します。頼むぞ。ではタイマーがね作動しました。この状態で、はい、トイレ終わったんでしまいます。こいつを、はい、戻してきます。これ圧着中にも戻しちゃうってことね。そう、圧着中に戻しちゃいます。はい。ちょっと皆さん外行きましょう。外行きましょう。ここの部分ってもともとクイックデリバリーのメインバッテリーがありました。これをサブバッテリーのブラケットに移動しました。だからここが今空洞の状態になってます。そしてこのドアを開けます。これ純正で開くドアですね。おー、来た成功した。落ちてきたね。落ちてきた。落ちてきたよこれ。いや、よかった成功しました。皆さんこれがやりたかったこと。これがやりたかったのよ。つまりですよ、ここで出してトイレをします、戻します。で、圧着が済むと下の穴からここに落ちるんですよ。で、ここはもちろん専用の箱ね、なんか腐食剤を塗った箱を作るんですけど、そうすることによってですね、やっぱちょっと汚物に関してはなんか車内に置いときたくないじゃない、なんか別にしときたいなっていうのがあって、これだったらいけるじゃん。で、捨てる時もこれもともとあるクイックデリバリーのメインバッテリー扉、これがそのまま活用できて、ここに扉かなんかつけて取り出せる。クイックデリバリーの特性っていうのはやっぱり存分に使っていきたいなというところで、こういった仕組みを考えました。さあ、トイレ続きましてはですね、こちら引き出す側の壁をね作っていきたいと思います。で、取ってつけて引きずってくれば、トイレが展開できるという流れですね。はい、じゃあ試行錯誤の上ですね、こんな感じの形になりました。ただ一部ちょっと削らないとね入らない場所があるんですよ。これすっかり忘れててねしょうがない。でも一応形としてはこうやってトイレが引き出せるっていう。リモコンをさ、ここから出せないかなと思って、こういう感じで。ああ、なるほどね。で、ここにもリモコンが置いてあるみたいな。だからここ一段下ろしたの。今日ちょっと時間もあれなんで、終わりにしましょうか。はい、じゃあお疲れ様でした。また明日。はい、2日目です。今日は手直しをたくさんしなくちゃいけない日になりそうですね。昨日の作業終わった後にいろいろと話し合ったんですけど、これがね、助手席の上の方にね、干渉することが分かってというか今更なんですけど、そうするとちょっと座面が若干この背もたれの下に潜ってしまって、めちゃくちゃ座りにくくなります。ここにね、はめ板をしたらさらに10ミリぐらいこっちに行くんで、結構これがきつくなっちゃうんですよね。あと20ミリぐらい左にね、ラップル本体をずらしたいと思います。あとですね、これ一番最初に作った床下の給排気口、これね撤去することにします。というのもですね、ここはスポットクーラーを置くつもりだったんですけど、本体をねこの上に置いた時にダクトが
こんな形のめちゃくちゃ曲げて本体の下くぐって下に落ちるみたいな形になっちゃうんですよ、この形だと。それも想定してつけてたんですけど、思いのほかね、トイレとかレールだとかで高さが変わってきたりとか、ここまで組んでみて分かった点っていうところを加味して、さらにこうカーブが急になってしまったんですよね。でやっぱ給排気ダクトってカーブが急になっちゃうと換気能力が落ちて結構冷えなくなっちゃうと思うんですよ。でまたね、故障の原因とかにもなると思うので、ちょっと床下給排気は撤去します。ちょっとめちゃくちゃ頑張ったんですけど、もう外すしかないですね。で、代わりにですね、壁のところに穴を開けてダクトをつけたいと思います。実はね、昨日すごい探したところ、面白い商品があって、ちょっと使えそうな商品が出てきてですね、もともとスライドドアがついてて、ここの幅が全然ないことによって屋根付きのガラリが付けられなかったんですよ。そしたらね、スーパースリムみたいな名前で、ガラリが売ってて、それ30ミリぐらいの厚さだったんですよ。それだとね、付けれちゃうんですよね。もっと早く見つけておけばよかった。そしたらこのね FRP の部分に穴開け加工をして、ガラリが装着できるっていう感じです。またボディがね上に向かってすぼんでるので、ここに 30mm 出たとしてもですね、構造的にね横の出幅変わらないので登録上も楽ですね。これが最初に見つかってれば一番良かったんですけど、トライアンドエラーってことでね。それじゃあ作業開始します。はい、今やり直しです。トイレ外して、トイレ外しました。全部やり直し。これ全部取らないとダメなんですよ。取れないんで。そこが塞ぎたいだけなんだけど、もうその上にいろいろついてるから、そう全部外すんだよね。全外しですね。ちょっと旅に出てくる。やめろよ。やめろよ。一人にしないでくれ。はい。では作り直しました。とりあえずこのランを何かで失敗したやつなんだよね。再利用して作りました。いいじゃん。綺麗じゃん。で、こっち側に関してはコーキングします。はい。コーキングして、であとこの点検口の周り。ここはアルミ。うちもウレタンとか出ちゃってるから、アルミで囲う。うわ、綺麗。隙間にはさ、注入してさ、表面にこうやって塗るのってさ、やめろよ、お前。分かってんだよ。それ以上言うなよ。何？いや、コーキングってすごいねって。便利に使えるねって。そうね。ボラギノール。やめろよ、お前。分かってんだよ。ピンポーン。はい、昨日からの改善ポイント作りました。通常時はね、少し出っ張ってしまうんですけども、この表面は隠すとして、このまま引き出してくると、ほら、当たらないようにできます。で、ここに段差が生まれることによって、少したわんだ時にね、地面にくっつきます。こうすることによって、多少の不安感っていうのはかなりね、解消されると思います。しっかりしてる。これね、全体重多分全然預けられますね。これはね、結構良かったんじゃないかな。閉まる時はここで止まっちゃうんだけど、やっぱ安全性には変えられないですね。あとはここをどうやって綺麗に隠していくかっていうところがポイントになると思います。はい、じゃあはめ板表にね全部つけました。はい。ここからこの裏の型に沿ってね、それじゃあ今切ったねこの蓋です。こんな感じで蓋がされます。はい。でですね、この裏側にこいつにビタ付けでラップルをつけます。でラップルの上部を囲って箱にします。ここ持った時にこの下固定だけだともう曲がっちゃうんだよね。ぐらぐら。なのでもうラップル自体を囲うような形の木箱を作って地面にビス止めすれば結構強力になると思うんだよね。はい、一旦形になりました。こんな感じでね、はめ板の面が出ておりまして、下にちょっと台が飛び出てる感じかな。で、後ろ側がパイン材で囲う形にしました。コードとかはね、結構巻き込みが怖かったんで、こんな感じでパネル自体をフックにして引っ掛けております。結構ね、大丈夫、これで。まだ本固定とかね、取っ手をつけてないので、その辺細かいところの調整だけしたら、トイレ自体は完成となりますね。はい、じゃあこの木枠ね、L 字金具と、下からのビスでね、固定しました。あと、ここに空いてしまってる空間もしっかりと活用していきます。今これね、完全に閉まっている状態で、これだけの広さがあるので、個人的にキャンピングカーで長期旅してると絶対に欲しいと思うゴミ箱をね、ここに設定していこうと思います。ただね、この下、ちょっと見えてるけど、点検口の下にメインバッテリーがあります。そこから電気を取って、こっち側にね、リチウムイオンバッテリーを搭載する予定ですので、完全に塞いじゃいけないっていうこともありですね。こんなようなね、板を用意しました。これ一旦被せてみたいと思います。片方だけヘリがついてるものですね。はい、つきました。もうこれ上に乗っかってるだけです。
で、分かりにくいんですけど、こっちサイドに関しては隙間が結構ありますので、メインバッテリーからの配線を中に引き込むことはできそうです。加えて、ここの板の上に関してはですね、レールの上に置いているので、トイレを前に出したとしても、干渉しないと。そんなような作りにしました。例えば、ここにゴミ箱を置いてですね、あとは、こう、囲いを作って、またはめ板などで装飾していけば、一つのこう、ボックスの空間にして、横からゴミを捨てれるような形を考えてます。ちょっとこのゴミ箱ね、やっぱ乗せてみたけど、高さがあるんで、実際使うかどうかはちょっと要検討ということで。だいぶここ綺麗になってきましたね。それじゃあですね、キシラデコール塗っていきます。この運転席側に関しては、もうエントランスがここなんだよね。助手席側のドアがエントランスになるのと、フロントガラスが大きいのと、ここをマルチルームとしても使うから、湿気を帯びたりとか、換気も良くするっていうことで、外として見なしてます。はい。なので、キシラデコールを塗ります。一応コメントでもあったんですけど、キシラデコールのこの腐食剤の成分っていうのが体に悪いのはあるんですけど、一定期間経つとその毒っていうのはなくなるらしいので、おそらくこの車作ってる間は乗らないんで、その辺も考慮してね、大丈夫かなという判断ですね。はい、じゃああれからね、数時間経ちました。もう今回の作業としては、こちらの取っ手をつけたら終わりなんで、キシラデコール乾くまでの間にね、パソコンの作業したりとか、お風呂とかも入っちゃいました。ということでね、ラスト、取っ手取り付けていきます。この辺かな。よし、できた。これで取っ手を引っ張れば、めちゃくちゃ楽。この取っ手があると。これにてトイレ完成しました。じゃあちょっと最後ね、稼働テストして終わりにしましょう。はい、じゃあ本日の成果はこんな感じです。トイレ完成しました。中はこんな感じで収納されております。そして表面、こちらなかなか可愛くない？ただね、キシラデコール一度塗りしかしてないんで、色の差がちょっとあるかな。そしてこの取っ手を引っ張ると、なんとトイレが出てきます。まだここドアつけてないのと、こっちとかもカーテンで目隠しはする予定なんですけど、そのあたりができたら完全にここをマルチルームとして使うことができます。で、結局トイレの落下システムの底のボックスの部分はまだ作れてないので、これまた次回以降になるんですけど、一旦もうトイレの部分はこれで完成って言えるよね。問題ないでしょう。トイレットペーパーとかは後々考えます。せっかくなんで、この後山目さんに実際にこのトイレの一連の流れをやってみてもらおうと思います。いや、くつろいでますね、山根さん。いや、いいよ、やっぱり。そろそろちょっといろいろお水とか飲んだし。そうだね。トイレ行こう、トイレ。トイレだよね。マルチルームに出てきていただいて。はい、マルチルーム来ました。引き出した。はい、トイレが出てきました。で、蓋を開けて。おー、トイレ出てきたね。まずは凝固剤を入れます。で、それごと捨てちゃっていいよ。ここしっかりしたバージョンまだ触ったことないんで、安定感をね。めっちゃしっかりしてる。の安定感やばい。安定感はやばい。ちょっとしなり具合を見てみましょうか。いい？はい、座りました。もうね、ノーダメージです。ここのヘリがね、5ミリだけ浮かしてあるのが沈んで、しっかりとトイレと山目さんを支えてくれてますね。で、このレール自体は200キロ耐久あるので、かなり安全なトイレになったんじゃないでしょうか。はい、こんな感じでね、用を足しましたと。そしてじゃあスイッチを押してください。はい、これちょっとまだ場所はね、検討中なんですけど、一旦その真ん中の押すをちょっと長押しというか。はい、作動しました。はい、じゃあトイレ終わって、待ってる間に蓋を閉めます。はい、いらっしゃい。ここね、まだボックスは作ってないんですけど、今のところね、あそこのトレイに落ちてくれば成功です。来ますね。すごい、ど真ん中で、捨てるときはこっから取り出してポイしますよっていうことです。ちなみにね、ここ上空いてたら虫いっぱい入っちゃうじゃんって思うかもしれないんですけど、この上にぴったりつけた箱を作ります。もう固定します。だから室内と同じ空間のボックスがここにつくということですね。なのでさらにここに扉1個つける必要があります。ちょっとここはまた次回ですね。いやー、でもかなりいい感じのトイレになったんじゃないでしょうか。もともとクイックデリバリーについてるこの純正の扉も有効活用できたので、もう大変満足してます。はい、ということで一連の流れやってみたんですけど、いかがでしたか？いや、よかった。便利だよね。便利だよね。便利に使えました。あとは出たゴミがこの室内じゃなくて外に行くのがいいですね。やっぱりそこいいですか。ここしかもノータッチで外行くのがね、それでも暑い時は匂いとか上がっちゃうかもしれないけど、このラップポンの消臭パワーっていうのは結構定評があって、あんま臭くないと思うんだよね。暑い時期にこれ動画にはちょっとあれなんだけど、ちょっとね、大小をちょっとやってみてさ、果たしてどんな匂いなのかっていうのはやっぱりその検証の価値はあるよね。そうだね、これから使っていくんだね。そう。はい、ということで今回の DIY いかがだったでしょうか。なかなか個人的にはいい形
形になったんじゃないかなと思います。全部で2日間やったんですけど、初日やったことをほとんどこうやり直しになってしまったんですけど、やっぱその初日があったからこのいい案が出てきたよね。すごいいい形にね、最終的に収まったんじゃないかなというふうに思います。で、この後の DIY なんですけども、少し前の動画でやったエコフローさんのクーラー、あれ導入する予定なんですけども、まだ発送が7月末からかな。多分8月の頭ぐらいになっちゃうんじゃないかな。DIY 自体が。なので、もしかしたらこのストックが追いついてしまった場合は、DIY 動画の期間ちょっと空いちゃうかもしれない。うまいことストックが繋がれば、トントンと次このクーラーっていう形になると思うんですけども、実際はこの後少し期間が空きます。はい。この空いてる期間のうちで細かいところやっちゃおうか。ボックス作れれば作りたいし、ここゴミ箱作れれば作りたいし、そんな感じかな。それでは引き続きクイックデリバリー DIY を進めていきますので、チャンネル登録してお楽しみいただければ嬉しいです。それでは本日の動画は以上。バイバイ。